Z にもいろんな世代があって、Z33 とかはもっと丸みを帯びてるんですけど、やっぱこっちの方が丸みを帯びつつルーフが低く、スーパーカーっぽいし豪華な装備がついてて一番かっこいいと僕は思ってこれを買いました。ウィークエンドの俊也です。Z32 に乗ってます。ウィークエンドはこのチャンネルで2人紹介されてるんですけど、3人目自分となります。まず1人目は AE86 乗ってた勝美さん、2人目は180の鶴岡さん、そして僕がこのチャンネルに登場しました。こいつの年式は96年、自分と同い年ですね。でもこっちの方が2ヶ月先輩なんですけどね。そういう絵もあってちょっと愛着が湧いてますね。この Z32 がいた時代のカスタムをちょっと目指してるんで、もうちょっといじって90年代2000年代の中の日本で流行った感じの雰囲気をもう少し出したら完成かなと思いますね。改造箇所はミツルの着力入れてちょっと下げて、で最初買った時はもうシルバーでもうほぼほぼ純正だったんで、とにかく車高をベタベタにしようと思って着力の42キロとリアが28キロを入れて、ある程度デコボコでも走れるようにショックを固めてやってたんですけど、リメイクして車高を下げすぎるのもあれかなと思い出して、まずホイールですね。ホイールを一目惚れしたシェブロンの M218 インチに変えて、派手にしつつおとなしくしつつ、なんか現実味のある改造コンセプトに作ろうと思ったんで、タイヤの扁平も40扁平にして、タイヤと若干車高調で車高が上がって、どこでも走れるし、ある程度のスピードでも走れるし、スポーツカーらしい走り方ができるように作っていきました。もともと買った時からフロントバンパーとサイドはトラストのエアロがついていて、後ろのリップですかねはレボリューションってとこのエアロがもともとついてて、そのもともとついてたエアロが Z32 に合ってたんで、このエアロを生かしてこのスタイルに仕上げました。届いた時はもう本当に塗装もボロボロで、放置車両だったのか雨漏れとかもひどくて内装もカビだらけだったんですけど、もう前途ついでに外していろいろ掃除したり、あとキーバーのチリとか合わせたりして雨漏れ対策もしたし、もういろいろほぼほぼ一からではないですけど作り上げた車なんで、力車よりかは全然愛がこもってると思いますもう小さい頃から車が好きですね。もうちっちゃい頃から親父にトミカを買ってもらって、そこから車も好きだしバイクも好きだし、トラックとか飛行機とかも乗り物全般好きですね。で一番身近な乗り物っつったら車とバイクで、今お好きで続けられてるのがやっぱ普通の車、車が一番ですね。いじってて楽しいです。小さい頃はやっぱりスカイライン R34GTR がかっこよくて角張った車が好きだったんですけど、だんだん年取ると実際 Z とか、他の車でいうと30ソアラとかそこら辺の2000年代ですかね、90年代2000年代若干車が丸みを帯びたデザインになってね、それがダサいなと思いよったんですけど、最近徐々にそういうデザインの方がかっこよく見えてきて選んだのがこのフェアレディ Z32 の型を選びました。足回りとかも大体は自分でしたんですけど、
この車をきれいにするためにウィークエンドのチームメンバーもほぼほぼ全員と、あとちょこちょこ知り合いとかが手伝ってくれて、いろんな人が触っている車なんで、やっぱ自分で一人で作る車よりはめちゃくちゃ思い入れのある車になってますね。愛着もあるし、いろんな人からかっこいいって言われるし、でそのかっこいいって言われて堂々とチームのみんなで作ったんだよって伝えるのも気持ちいいし、いい歴史が詰まった車だと思います。Z32 自体がいろんなグレードがあるんですね。上のまず T バールーフ、ノーマルルーフのやつもあるし、あと2シーター4シーターもあるし、あとピンターボと NA、 結構選択肢がある車とね、やっぱでかいスポーツカーの憧れがあって、自分は 2x2 を選びましたね。で別にツインターボと NA、どっちがいいとか、やっぱツインターボやろっていうのもなく、どっちともかっこいいし、フィーリングもどっちとも違うって、NA は NA らしく気持ちいい走りができるし、極端にめちゃくちゃ速いわけじゃないですけど、排気量もまあまあ大きい方なんで、乗ってて楽しい車ですね。ツインターボはツインターボでめちゃくちゃ速いと思うんで、もう晴れた日は上げて走るのも気持ちいいし、的を絞って買うんじゃなくて、もう合ったやつを買ってそれを好きになればいいかなと思える車かなと思います。出会ったやつを買った方が一番気に入ると思いますね。今のところはずっと乗っていこうかなと思いますね。全然車高高いですけど、高くして低く見せれるように作った車だし、今の状態だと結構どこでも走れるんで乗ってて楽しいし、もう一生大事にしようかなと思うぐらいの